最近だからライン把握で失敗した人でいくと、古市さん。古市さんはもうずっとテレビに出続けていて、で、政治系の番組とかも出てるので、コメンテーターとして自分はそれなりなポジションだよねというところで、多分喋ってしまったんだと思うんですけど、2位になって嬉しかったんで、2位になって嬉しかったんですかの発言の前に、売名行為みたいなとこも言って、それで2位になって嬉しかったですかっていうのって、やっぱりその相手をバカにしてるよねっていう風に取ってしまう人もいるんですよ。もちろん古市さんってなんか尖った変わったことを言う若手っていうキャラで続けたと思うんですけど、でももう40にもなってしまったし、で実際そのお笑い番組だったらそれでもいいんですけど、きちんと政治の世界にやっていくんだっていうガチで本気でやってますっていう人に上からで2位で嬉しかったんですかっていうのはやっぱり売名行為なんですかとか、やっぱ失礼なこと言ってるよねって聞こえちゃうんですよ。で、もちろん石丸さんと古市さんの話で、あれは石丸さんが悪いよっていう人もいます。もちろんね。なので、石丸さんの対応が良くないという人もいるんですけど、古市さんの対応も良くないという人もいるんですよ。なので、石丸さんはもともとあの人悪いよねと言われるのも分かってやってる部分もあるんですけど、多分古市さんはそこまで叩かれると思わないでやったんだと思うんですよね。で、別に2位で嬉しかったですかは言わなくてもあの会話成立したんですよ。売名行為に見えますっていう感想を言うのはいいんですよ。で、その後普通に質問すればよかったのに、2位で嬉しかったですかって質問して、嬉しいですって言うわけないじゃないですか。で、それは逆になんか、馬鹿にしてるのかな、この人ってやっぱり思われてしまうのを、多分下に見てるから言えると思うんですよね。自分より目上の人とかで、すげえ頑張ってる人が、めちゃめちゃ頑張って、でも負けましたっていう人に、2位で嬉しかったですかって多分古市さんも言わないと思うんですよ。松本人志さんが M1 に出ました。優勝できませんでした。2位でしたって時に、やっぱ2位で嬉しかったですかって言わないと思うんですよね。なので、やっぱテレビにずっと出続けてる俺っていうのと、ポットで秋田方市の政治家で落ちた人っていうので下に見てしまうっていう、そこら辺のラインの把握を間違ったっていうのはあるんじゃないかなと思いますけども、はい。古市さんのすごいところがあれば教えてください。チョコレートが好きで、美味しくないものを食うぐらいだったらチョコレートがいいっていうので、食ったことがないものは美味しくない可能性があるから食べたくないっていう、すごい保守的な人なんですよね。変わってんなと思ってます。はい。僕は食べたことのないものだったら必ず食べてみようっていう宗派なので、そういう意味でいくと宗派としては真逆の宗派なんじゃないかなと思います。はい。石丸さん反対が出るのは当然のことですと。要するに若い人だから応援するというのが、僕は若い人だから応援するというポジションを取ったんですけど、逆に言うとその若い人だからダメであるという人たちの方が日本は多いんですよね。日本の政治家の平均年齢60超えていると思うんですけど、なので基本的には60代、70代、80代というのが政治家がやるべきで、そうじゃないやつはまだ若すぎるから経験不足だよねって考える人っていうのが日本の多数派なんですよ。なのでなんか若いだろうとか、こういう失敗をしてるとか、実績が少ないとか言われるのは当たり前です。だって若いんだから実績少ないのは当たり前じゃん。なんか60代です。なんかじゃあ20歳から40年間仕事をしてました。60代ですって人に比べて、じゃあ40代ですって言ったらば20年短いんですよ。そうするとそれは経歴も経験も短いよねって至極当たり前なので、今ここがだから考え方の違いだと思うんですけど、日本が今まで通りのことをやり続けた結果、ずっと経済成長が滞っていますよね。平成の時代というのはずっと経済が下がり続けていましたよね。で、令和も上がってはいないんですよねと。で、実質賃金はずっと下がり続けてますよねみたいなっていう状況でいくと、過去と同じことをするのではなく、今までの人がやってない新しいことをやるべきだよねというふうに考える側なんですよ、僕は。今まで通り自民党公明党の人たちが今までと同じようなことをずっとやり続けるっていう結果、日本全体はだんだん沈みつつあるので、なので経験があるから良いではなく、むしろその経験があって同じことを続けようとする人たちというのが良くないよねというふうに僕は考えているので、そうすると今まで通りの日本にしたいよねとか、今まで通りの既得権益をチューチュー捨てたいよねっていう人たちには、俺たちの既得権益を壊そうとするなんてけしからん、俺たちのなんか幸せな生活を壊そうとする、変えようとするのはけしからんってなっちゃうので、嫌われるのは至極当然だと思うんですよね。なので反対派は出るでしょうと。で反対派も出るし、そういう意味でいくと多分受かるのはなかなか難しいとは思うんですけど、ただ若い人が出て、じゃあそこで何十万票取りましたって仮に東京都で都知事選になったとすると、若いというのはそれなりに価値があって票が増える可能性あるんだよねというのを政党の人たちが気づく場合があるんですよね。
そうすると、じゃあ次回のその衆院選とか参議院選の時に、じゃあちょっと若めのやつを出してみようと。若めのやつを出した方が受かるかもしれないよね、みたいな。和歌山県とかでも80代の政治家の人が出るぐらいだったら、40代の人が出た方がいいよね、みたいなのもあったりすると思うんですけど、っていう感じで、その、女性は、今のところでもなんか、議員さんって女性は票を取りやすいとか、あと高齢者取りやすいって思うんですけど、ここに若い人取りやすいがあると、若い女性がより票を集めやすいみたいな構造ができる可能性もあったりするので、なのでその今までの政治家の属性と違う人を通すというのをやった方がいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、年齢でそんな変わるもん一気に変わるではないんですけど、考えてることのレベルが違うという話なんですよね。例えばじゃあ石丸さんの40代とかだと、友達同級生とかがちょうど子供が生まれていて、で家庭を作っていて、共働きとかだと保育園預ける先が見つかんないよねとか、保育園とか私立とか入れると結構お金かかるよねとかっていう、その生活感、子育てをする人の生活感っていうのが普通に情報として入るんですよ。70代、80代とかだと、もう自分の息子が60代とかだったりするので、下手すると孫がいるとかで、自分の子供とかももう子育ても終わっていて、もう引退間近みたいになっちゃうと、子供を育てる人たちの実態というのを見る機会というのがほぼなくなっちゃうんですよ。なんか噂話で聞いてるよね、みたいなので、やっぱりその自分の友達の話してる内容っていうと、70、80で遺産どうやって孫に譲ろうとか、なんか遺産相続だったりとか、資産形成といって銀行とかに定期預金を入れまくって、ひたすら何%とかで回そうみたいな、そういう話ばっかりになっちゃうんですよ。でも40代の場合って何の仕事をしてるか、じゃあこれからどんな仕事が儲かるのかとか、じゃあなんか知り合いで起業する、飲食店で焼き鳥屋やるっていうやつがいたら、お焼き鳥屋か、その地域でやるんだ、へえ、今度週末手伝いに行くわみたいなので、じゃあ現実問題焼き鳥屋という飲食店を開く場合にどういうことが起きて、どういうトラブルがあって、でうまくいくやつがいたら、うまくいくんだな、じゃあ俺もなんか別のところでとんかつ屋やるわみたいな、事業を育てるというのはやっぱりその20代からせいぜい50代ぐらいまでなんですよね。もちろん起業家が60、70でなんかいろいろ作るとかはあるんですけど、今まで起業したことがない人が50代でいきなり起業して成功する例ってあんまりないんですよ。っていうので、働いている人たち、働く産業を作る人たちっていうのが何を考えてるか。で、子育て世帯というのが何を考えてるかというのが分かる人たちっていうのが政治の決定権を持つべきではないかなと僕は思うのですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。